これがセンサーをかたどってます。開口部の作り方が非常に大きいですよね。なんとなくこうエッジというか、それこそ DNA は継承されているかなと。安くない？はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆきです。今日ご紹介するのはこちら、アルファロメオのジュニアイブリダスペチャーレです。待望のですねアルファロメオにこのコンパクトセグメントが加わったということで、デザインも相まって非常に話題になりましたよね。うちのチャンネルでもですねお届けしていきたいと思っております。今回イブリダということでハイブリッドモデルです。皆さん今日もぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録と高評価で応援してください。1層目、2層目、トップコート。いやー、大満足ですね。自分でできるガラスコーティングシラザン50、ダイヤモンドプラスは3層コートです。さあ、それではフロントフェイスです。やはりジュニア非常に話題になりました。この私の周りでもですね割とこのジュニア気になるよという方多いんですけれども、この前に出ましたトナーレよりも非常に先進的になったというのが一つ大きなフックになるポイントかなと思います。さあ、アルファロメオといえばやはりこの部分、この三角です。トライロープ、三つ葉の形をですね表していると言われているんですけれども、やはりこの部分がですねそのブランドのアイデンティティ、デザインのアイデンティティとして非常に印象的だと思いますけれども、はい、もちろんここにもですねそのアルファロメオのこの紋章が入っているんですけれども、このですねグリルの装飾も実はこのまんまここに入っているんですよ。でこれタイジャなんですけれども、ビスコンティ家の紋章をかたどっていて、これがですね人を飲み込むタイジャ、ヘビですね。これ美少年と呼ばれているんですけれども、これが入っていると。それとミラノ市の紋章である赤十字がここに入っていると。だからこれね剣のように見えて実は赤十字になっているんですけれども、それがここにも入っていて、これがセンサーをかたどってます。めちゃくちゃおしゃれですよね。こんな使い方があるのかっていう感じだと思います。今回ですねハイブリッドということでエンジンモデルとなっておりますけれども、結構開口部が大きいです。やはりアルファロメオですね、パフォーマンスの高いレーシングライクな車をたくさん作ってきたメーカーということもありまして、この開口部の作り方が非常に大きいですよね。ちょっと黒々しいというね意見もありましたけれども、凛々しくて、このやっぱりねアルファロメオといえば赤ですから、このコントラストという意味では私この分量がすごく絶妙だなと、逆にいいなと思ったんですけど、皆さんはいかがでしょうか。さあ、そしてライトつけてみましょう。はい、点灯しているかと思います。今オートからですねライトオンに変えました。はい、そして右左、はい、ハザードです。はい、このですねターンランプと入れ替わるポジションランプがですね三眼になっていて、非常にここもですねシャープで美しいなといったような印象です。それと、ここにですね大きな瞳があるんですけれども、このユニットが横長に入ることによりまして、先進的でありながらアルファロメオらしさっていうのもですねちょうどいいバランスで叶えている、デザインに関しては本当に素晴らしいなと思います。ただしちょっとやや気になるのがね、このナンバープレートの位置です。本国仕様になるとこの下に入ってきて、やはりEU のナンバープレートって細長くて上下が薄いものになっているので、ここに綺麗にはまるんですけれども、それがちょっとここに入っちゃったというですね、ちょっと残念な感じになってはいるんですけれども、アルファは割とありますよね、こういうのね。輸入車ではですねこういう形になることが多々あるかなということもありますし、これもちょっとアルファらしいというかね、チャームなポイントかなと、ポジティブに捉えるとそんな感じだと思います。今アルファロメオはステランティスグループの一員となっておりますので、同じパワートレーン、同じプラットフォームを使った兄弟車がいくつかあるんですけれども、その中でもですね、非常に成功してるなと思うのがこのボンネットの長さとこの鼻先の作り込みかなというふうにも思っています。このですねボンネットの形がさほど大げさすぎずに非常にレーシングになっているっていうのと、ちょっと逆スラントみたいな感じになってて、ここもですね押し出し感が強く、さらにシャープっていうのをですね割とうまいバランスで叶えているのかなと思いました。さあ、それではサイドビューです。このサイドビューなんですけれども、今アルファロメオ最小の SUV となっております。最小モデルの、形としてもエントリーモデルとなっていますので B セグメントに入ります。非常にコンパクトですよね。私が横に立つとあれこんなにちっちゃいのっていうふうに思っていらっしゃる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。でこの1個上にトナーレが入ってきますけれども、今ですねちょっと実際にディーラーに見に来て、あれ
こんなちっちゃかったのって思う方がすごく多くて、トナーレも売れてるんですって。面白いですよね。ただやっぱりこのですねプラットフォームの特徴としては、B セグメントらしい凝縮感と、それからこの流麗な美しさにあるかなと思うんですよね。例えばジープのですねアベンジャーも同じプラットフォームを使っているんですけれども、かっちりとしたアベンジャーに比べまして、やはり伸びやかなですね曲線というのを本当にこの上手にデザインセンターがこの車に入れ込んできたかなと思うんです。この辺のラインとか本当に美しくないですか？なんかね、何が違うって言われると一つ一つ比べればそんなに大きなところはないんですけれども、なんとなくこうエッチというかセクシーですよね、やっぱり。はい、個人的にはですね、実はこれよく見るとここにもですねこのヘビが入っているんですけれども、これですね、この隠されたリアのドアノブっていうのもすごく上手にデザインに入れ込んでいて、はい、C ピラーのあたりにものすごく上手にボリュームを持ってきているので、後ろがちゃんとシュリンクしているような印象になっているっていう感じです。でさほど実は屋根が傾斜していないので、室内空間が意外と広いといったようなメリットもあると思います。ですからこうやって見ると前後のオーバーハング結構ないんですよね。ないのですごくボディがですねこのホイールベースがすごく長く見えて伸びやかな印象、四隅にちゃんとタイヤが配置されているよといったようなボリューム感にもつながっていると思います。はい、それではタイヤとホイールです。もうこの花びらのようなアルミホイール、アルファロメオホイールに言うとアロイホイールに関しましては、もうこれを見ただけで帰ってきたアルファロメオみたいな感じのね印象を抱きます。アルファロメオには伝統的にねこれがラインナップされていて、ホイールって割とこうかっちりこうスポークの形を作るじゃないですか。こういうところに丸を持ってくるっていうそのアイディアとちょっとした遊び心っていうのをですねやはりすごく強く感じるわけですよね。もう止まってるとすごい可愛いし、回ってるとかっこいいしっていうようなそんな感じだと思います。でまたですねちょっと開口部が少なくなっているので、ここもちょっと先進的になったというかね、近代デザインがちゃんと落とし込まれているっていう部分でもあります。タイヤはグッドイヤーですね。そしてここにグレード名が入ります。スペチアーレという文字が入っています。はい、リアビューです。実はフィアットの600とも同じプラットフォームを使っているんですけれども、もう全然印象が違いますよね。こういうデザインの作り分けっていうのがうまいなってやっぱり思うんですけれども、こんなにシャープでこんなにキリッとしたリアビュー、やっぱりねお尻がすごく綺麗だなっていう風な印象も受けました。はい、もうブレーキランプを踏んでいます。はい、そしてライトをオンにしまして、ブレーキ右左ハザードです。はい、こちらにもアルファロメオならではの三眼の瞳がですねしっかり入りまして、その横に小さくですねターンランプが入るといったような、ここもちょっとクスッと笑えるようなね可愛らしいかっこいいような衣装が入っているという感じですね。でライトがちゃんとですねこのテールゲートの横にまでちゃんと入り込んでいるっていうところがこう連続性を感じさせて、ここも凝縮感っていうのを表していると思います。はい、この黒の分量が非常に多いこのルーフからですねこのガラス、そしてこのですねリアのスポイラーの部分まで、こうずっとね全部黒なんですけれども、ここからいきなりボディカラーが入って、ここにこうねアルファロメオのこのねロゴがまたかっこいいじゃないですか。でこれが入りで樹脂が入ってくるんですね。でここでやっぱりこう SUV らしい腰高感とか、あとカジュアルさっていうのをちゃんと出してるんですが、またここにボディカラーが入ってくると。しかも見えますか、その下にちゃんとですねテールパイプ、新鋭のものが細いものですけれども2本出しになっているといったような、かなりねアルファロメオらしいレーシングっていうのをですねリアデザインっていうので叶えているかなと思いました。ここもねすごいこうやって見るとすごいグラマラスな形してるんですよ。こんな感じです。もうほんとヒップラインがねかなりセクシーなので、特にこの辺の曲面はすごく有機的で、ほらねくびれが本当に綺麗です。このリアデザインからこのフェンダーのところに向かっての曲線っていうのも、ここもすごくグラマラスな部分なので、ぜひね販売店で実物見ていただきたいし、ここめちゃくちゃめでていただきたいです。このボリュームはね本当にうっとりするような円熟味のあるね丸みのあるデザインだと思います。今ちょうど日の光の感じが綺麗にこの辺を照らしていて、この肉感的な感じっていうのを見ていただけますでしょうか。やっぱりね若々しさとかその先進的直線とかいうものをですね車に入ってくるとやっぱすごく新しく見えますし、とってもこう現代的に見えるっていうところはあると思うんですね。なんですけれどもやっぱアルファロメオの良さって
こうエイジングを感じさせるかのような、レトロじゃないですよ、エイジングを感じさせるかのようなこう迫力というかね、こう内から来る、ただ若いだけではないまろみみたいなのがデザインに落とし込まれてる。それがちゃんとこう見て可視化されているっていうのが、私毎回すごいいいなって思うんですよ。さあそれではテールゲート開けてみたいと思います。はい、なんと電動になっております。はい、しっかりとこのノットのカバーも一緒に上がるようになってますし、私このプラットフォームの車めちゃめちゃ乗りすぎてて、こんなもんかなってもう思っちゃうんですけど、全然ね使い勝手のいいサイズです。はい、すごいいいのがこのボードの使わせ方なんですけれども、このようにですね下に下ろして、はい、今ここにこれね使用書が入ってるのでピタッとなりませんでしたけども、なります。でこんな風にですねボードを一段下ろしてこうちょっとね深みのあるものを入れることも可能ですし、でこうすると段差があるので、例えば重い荷物とかを持つのがすごく嫌だったらもう一個下にもできるんですよね。でさらにこの一番上にさっきみたいに持っていっといてフラットにすることもできる、実は3段階の活用ができます。ですので今回私ですね週末お借りして仙台まで走ってきてるんですけれども、荷物が本当にたくさん入りましたし、これぐらいの、余裕がありますので、ゴルフなんかも普通に行けちゃうんじゃないかなと思います。この前の座席を倒せば普通に入りますので、非常にですねB セグ SUV としては使い勝手もバッチリなんじゃないかなと実は思ってます。はい、私の出張用の荷物の一部入れてみるとこんな感じです。全然余裕あるでしょ。でこれに、一番 S サイズのリモアのバッグ入れたりとか、あと他の仕事の三脚入れたりとかもしてたんですけれども、ここもガラガラ開いてるしでまだ奥行きも全然開いてるんですよね。使い勝手は非常にいいかなと思います。しかもやっぱね電動テールゲート嬉しいですよね。それではインテリア行ってみたいと思います。インテリアもね本当にもう気分がパーッと華やぐような、さすがのアルファロメオデザインになってます。B セグメントということもありまして、この辺はですね割と樹脂がしっかりと露出しているものになるんですけれども、ここにですねアルカンターラというかこのバックスキンが貼られていたりとか、それからステッチが入っているので、ここのチープさっていうのは意外と目立たないです。で中もこのスカフのところにちゃんとアルファロメオって入っていたりとか、もうなんといってもですねこのインテリアの作り込みがあらゆるところにビショップが入っていたりとかして、すごいね細部まで凝ってるんですよ。はい、ちなみにですねこのキーを持って車から離れると自動でロックがかかりますので、いちいちドアノブのとことか触る必要がないのもいい感じです。はい、それでは乗っていきますね。こう近づくと勝手に開くんですよ。すごいいいですよね。これ本当に便利。一回慣れると本当にこれに甘やかされちゃいます。さあそしてあれこれですね始動の時にもうちょっと時間が経っていればここにアルファロメオって入ったりとかして、すごい始動がなんていうかな、このジュニアの顔がふわって浮かび上がってきてすっごいかっこいいんですけど、ちょっと今回再現ができないです。もうちょっと時間をかけたら映る可能性があるので後で入れ込みたいと思いますが、このようになっております。非常に黒々しいしすごく重厚感があるんですよね。でこの辺はさすがアルファロメオといったような感じです。ただそれに加えて先進感っていうのもちゃんと出てまして、この辺ね、ここ非接触充電でありながら、このビショップが入ってるんですけれども、ヘビがねいるんですけれども、ここ非接触充電になっていつつもタイプ C、タイプ A とコネクションがありまして、で Apple CarPlay がねちょっと惜しいんですけれども、Apple CarPlay が、Bluetooth 接続では入らないです。充電はできるんですけれども Apple CarPlay しようと思うとここにタイプ C でコネクトしなければいけないといったような、一つねコードが必要になってくるんですけれども、もうなくても普通に純正でナビが入ってますので、このまま使っていただくこともできるし、このようにですねいろいろとアプリが出てきます。で今回 ADAS もかなり充実しましたので、アルファロメオながらにですね近代の車として普通に使い勝手が良くなったよと、マインファーストアルファとしても、使っていて、使用感が
他のね輸入車に比べてめちゃめちゃ悪いということはないです。でこれをここにつなげるともう一発でですね Apple CarPlay の画面になりますので、そこも使い勝手がいいんじゃないかなと、ね、この辺にねその Apple CarPlay のマークが出てきて切り替えもできますよといったような感じです。でちなみにこの Bluetooth 接続もある程度できていてマイデバイスとかにすると自分のスマートフォンがね出てきまして、これで音楽を聴いたりはできます。ただその Apple CarPlay としての例えば Google マップとかを使おうと思うとこの線の接続が必要になるよといったような感じですね。そして先ほど申し上げましたここですね、このスタートストップボタンがコンソールのど真ん中に入っています。でここがピアノブラックで非常に質感が高いんですけれども、同プラットフォームの車たちとこの辺は共通していて、例えば3008、C4、それからアベンジャー、それからフィアット600あたりですねが、同じプラットフォームというかパワートレインになるんですけれども、この辺ですねはこのシフトのノブは同じ感じになっています。でドライブモードもこれも惜しいんですけど、アルファといえばですねドライブモード DNA ですね、それが普通のこのドライブモードっていう風になりました。ただ押すとこのようにですね、明るくなったりとか、ナチュラル、アドバンストエフィシエンシーみたいな感じで、ここにですねちょっと DNA っていう文字が分かりますかね、ここに DNA って文字が出てきて、ドライビングのダイナミクスっていうののそれこそ DNA は継承されているかなといったような感じはあります。ちょっと薄いですけどね、ここはステランティス傘下に入っちゃったから一社でね車作る難しさっていうねこの時代の致し返しというかそういうところも感じます。そして見えますかね、これがねバックライトになっていて、これがもちろん走行モードとかに合わせてこのように変わっていくんですよね。でここにもビショップが入っているんですけれども、このねヘビの周りも赤くなったり青くなったりします。でこれが今ね明るいからあんまり目立たないんですけど、夕方とか夜乗ってるとめっちゃくちゃ可愛いんですよ、このヘビが。もうこのヘビだけで欲しいっていう人いるんじゃないかなって思うぐらい今ね青くなりました。でちなみに、デフォルトではですねこの普通のノーマルモードに入っていると、ナチュラルに入っているといったような感じです。そしてここのディスプレイもですねこのようなものがしっかり入っておりまして、タブレットのように使えるよと、これさっきの説明の通りですね。でこれのホーム画面に移動するのどうしたらいいのっていう時はこれなんですよ。でこれがショートカットになっていて、ある程度の、例えばここにするとトップの画面になって、このようにですねまたすぐにアプリ操作をできたりとかするところに戻りますよっていうのと、これですねこの車両のショートカットも自分で、追加することができます。ちなみにこのチェーンキープアシストとか速度超過警告とかいうのがですね結構うるさいので、これはここの中に入っていてちょっと押してすぐにショートカットで出てくるっていうのは気遣いかなと、メーカー側もちょっと気にしてんのかなっていう感じはしますよね。でもつけなければいけないというメーカー側の思いもあるんでしょう。こんな感じで結構使い勝手は悪くはないです。そしてここにもですねこの紋章がちゃんと入っていて、本当にブランドとしてのねその誇りというかアイデンティティっていうのを強く感じさせます。でシートですよ、もうシートがすごいんですけど、これ後から見ますけどね、見てもう穴開いてるの。このシートがね本当にこれ本当にマジですごいので、これちょっとね乗りながらお話もしていこうかなと思いますが、これあれですよ、 B セグのシートがこれですよ。このシートですよ、すごくないですか。でこれがものすごい背骨を押して体もスポッと入るので、すごいね体が楽なんですよ。これ全然サポート力が強くて、でここにちゃんとエンブレム入っていて、でここも開いているね、このまるで超上級のモデルのようなシートが入っております。これスペシャルだけなのかな。そうね、やっぱりねサベルトのアルカンターラシートはね後からついても特別装備だからですね、これスペチャーレだからか特別使用者みたいになってるんですね。だからこれだけのものが入っていると安くない？ 542万円。なんとこれでですよいやこれ見た後に見るとちょっと安く感じませんか？今ねどんな車も高いし、最近私デリカミニ見てきた後なので余計にデリカミニ素晴らしいですけどね、ちょっと価格がすごいのでデリカミニルークスあたりと比べるとそうこんなにっていう感じはします。あともうこれ見てくださいよ、このじゃじゃん、
リッター23も走っちゃう。でこのハイブリッドシステムは本当にすごいんですけど、これはね走り編でゆっくりとお話ししていきましょう。でさらにスペチャーレにはですね、このような、はい、ガラスルーフも入っていて、ここも、すごくヨーロピアンというかね、輸入車を感じさせるいい装備だと思います。あとガラスがフレームレスになっているっていうのも超おしゃれ、おしゃんです。ただちょっと惜しいのがこのミラーがですよ、ライトがついてないんですよね。これがちょっと自分的にはあったらいいのになって思いました。っていう感じですかね。フロントシートはこんな印象です。で、そうそう、ドリンクホルダーはですね、さっきホテルでもらったこの紙コップ入ってますけれども、なんかね3つぐらい入ります。でこの一番向こうは結構ちっちゃくなっちゃうので、ちっちゃい紙コップぐらいしか入らないんですけれども、前にペットボトル2本とかは入っちゃうので、意外とイタリア車、意外とアルファロメオ使い勝手も悪くないよと。でこの辺もアルカンターラになっているので、とっても質感も高いですし、見た目に高級車感もちゃんとあります。でステアリングもこんな感じで、ここバックスキンで、ここはスムーススキンで、ちょっとしたガングリップ形状になっておりまして、ハンドルがすごい軽いので、この辺もね後でお話ししていきましょう。そして先ほどお話ししたこのピラーのところにあるね隠されたドアハンドルを引いてリアシートに行きます。重い、はい、重いって言ってもね、すごいドア軽いんですよ。締め音が軽いので、ここがちょっとね質感的にはっていう感じはするんですけど、はい、開口部はですねシュリンクされていながらもそれなりにあるので、ちょっと身をかがめなければいけない感じもね、ボディサイズが小さいのでありますけれども、エントリーはこんな感じになっています。で、リアシートも非常に凝ってるんですよね。ですっごい綺麗です。乗り込んでみる前にこれ見てくださいよ。本当にこのクラスのシートと思えないぐらいゴージャスじゃないですか。こういうところですよね。やっぱりね、国産車はなんかリアシートにあまりお金使わないので、なんかね、ホンダのプレリュードとかもリアシート全然ねお金かけてないんですけれども、こういったところにやっぱり美学っていうのが欲しいなっていうね感じはします。で、ここにもちろんこのようにレバーがありましてですね、ここ倒して、トランクスルーにすることもできますので、ゴルフバッグとかも積めるんじゃないかという話は先ほどしましたが、すごいこれも軽いです。はい、そしてシートにもですねしっかりとこのような赤の装飾が入っていて、ブランドのアイデンティティというかね、デザインのフィロソフィーみたいなのをすごい感じさせます。はい、では乗りますね。でここでボコッとこうね段差がありますので、エントリーがめちゃめちゃ楽というわけではないですけれども、乗ったら落ち着きがあるよといったような感じです。もうそれより何より見てもね、これですよ。さっきお話ししたこの穴開いてるね軽量のアルカンターラのサベルトのシートがねすごくないですかね。このクラスにですよ。しかも普通のこれハイブリッドだからさほどめちゃめちゃレーシングなモデルではないんですけど、こういうのにちゃんと入れてきちゃう。もうすごいですよね。なんかイタリア人ってなんかこういうの入れてきちゃうんだと思って、もう凄みを感じます。迫力というか遊び心というか、もういいじゃんかっこいいから入れちゃえばみたいなね、そんな感じね、国民性なんでしょうね。でまたこれはすごい綺麗なんですよ。はい、で、これに圧倒されて、で後ろから見ても綺麗だし、ものすごいね素晴らしいと思っていたら、ここにちゃんとですね USB のタイプ C があって、ここもおもてなしがあったりとかで、このニーレストのところにもちゃんとアルカンタラが使われてステッチが入っていたりとか、見えるところの質感がものすごくいいので、後部座席も居心地がすごくいいなといったような印象を受けています。はい、実際に乗ってみるとこんな感じなんですけれども、この、前方のシートがあまりにも良すぎてですね、後ろのシートは見た目通りかなというか普通だなっていう感じはするんですけれども、しっかりとコシのあるですね反発力の高いシートが使われていて、体が入るというよりはそのバネの上に乗っかってる、スポンジの上に乗っかってるみたいな感じの印象です。でシートベルトしてもはい、こんな感じになっていて、これ私のねドラポジのまんまです。なのですんごいこうホイールベースの分やっぱり膝前がすごいのと、このやっぱりシートの形状がすごい考えられてるなと思うんですけれども、膝をね本当に上手にですねこう収納させてくれるというか、視覚的な圧迫もないですし、そのくらいここめちゃめちゃあるんですけど、でも乗っていてですねこう収まりのいいシートにはなっているかなと思います。ちなみに今日私はじゃん
セブのニーパッドをしています。これめちゃめちゃいいのでぜひセブショップでお買い求めくださいこれのすごいかっこいいんですよ。かっこいいし楽なんですよ。ちょっと膝に今問題がありましてこんな感じになってます。どうでもいいですねでそうそう、頭上も結構あります。これは実はですね、このようにはい、頭上の空間だけちょっとえぐられてるんですよね。なので結構背の高い人も頭入るんじゃないかなと思ったりもしてますね。なので思った以上にそんなに圧迫感を感じない。ここにこのねガラスルーフ分のこうポコッとしたものはありますけれども、意外と頭上も高いっていうような感じのシートになっております。はい、というわけで今日はこちら、アルファロメオのジュニアのイブリダーご紹介してまいりました。いかがだったでしょうか。スペチアレということで装備もね充実しておりますし、バリエーションも2つあるということでですね、お好きな方を選んでいただきたいんですが、ちょっとですね気になる試乗編、こちらの方もこの後にお届けしてまいります。次もぜひご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆきでした。バイバイ。